皆さんこんにちは、フーディーボーイです。今回は過去にコメント欄でリクエストが大変多かった広島でおすすめのお店シリーズをやっていきたいと思います。リクエストが多かったのも実際に行ってみて納得だったのですが、広島は特に B 級グルメが多くてどこに行ったらいいかすごく迷いますね。そんな B 級グルメが盛んな街なので、旅行や出張する人には高級店よりも価格帯は低めで、広島ならではのグルメが気になるのではないかと思いました。なので今回は高くても予算1人1万円以下で、安いところは500円握りしめていけば楽しめるお店を複数店舗紹介します。お金に余裕のある大人の方から学生さんまで幅広く楽しめる内容になっていますので、ぜひ最後まで動画を見ていってください。B 級グルメが豊富とはいえ、そのためだけに広島に行く価値があるという唯一無二的な高級店も、このチャンネルの視聴者さんなら気になっている人も多いかと思います。そういった全国的に有名なお店も今回行ってきて最高の体験ができましたので、そちらは別で動画を出すので、気になる方は楽しみに待っててください。また広島で行くところといえば、出張族の人は広島駅や繁華街の広島市内がメインで、観光客の人は市内に加えて厳島、通称宮島と呼ばれている厳島神社と美しいビーチのある島にも行くと思います。なのでこの動画の前半は広島市内編、後半は宮島編という形で2つのエリアに分けて紹介したいと思います。まずは広島市内のお店を紹介していきます。1軒目は寿司稲穂さん。このチャンネルは本当にお寿司屋さんが大人気なので、まずはお寿司から紹介します。こちらは広島では珍しく江戸前仕込みの寿司が食べられるお店です。よく江戸前寿司というと、東京湾で取れるものだけで握ったお寿司屋さんという風に解釈しちゃっている方もいらっしゃいます。それでせっかく地方に来たのに江戸前とか意味ないじゃんっていう人もコメント欄にはいました。そういう意味ではなく、江戸前の技術、すなわち魚を寝かせたり酢や昆布で締めたり煮たりといった仕込みを施した寿司という意味で江戸前寿司と僕は言っています。こちらのお店はそのような仕込みに加えてシャリとの調和を重視されているそうです。シャリは赤酢がベースのようですが、確かにバランスが良くてシャリとネタどちらかの主張が強すぎることはありません。また食感としてもふわっと握られているので、シャリとネタがよく混ざり合います。またこちらは瀬戸内海など広島近辺の素材を使ってくれます。せっかく広島に来たならその土地ならではの素材を食べたいであろう旅行者にはありがたいですね。ちなみに地元の素材にこだわっているだけではなくて、みんなが大好きな高級食材の大トロやウニも出てきます。今回はランチでお伺いしましたが、ランチコースは10貫出てきて、一品料理もいくつか含まれて6050円となります。以前こちらの動画で紹介したように、東京の銀座でもランチに5000円出せばなかなかいいクオリティの寿司が食べられます。なので6000円は高いなと感じる人もいるかもしれません。ですが広島にこのような江戸前スタイルのお寿司屋さんは限られていることや、これだけ素材にこだわりしっかりとした技術の握りが出てくることを考えたらリーズナブルではないでしょうか。なので広島ならではの素材でクオリティの高い寿司をお得に食べてみたい人はぜひこちらのランチへ行ってみてはいかがでしょうか。2軒目は寿司達さん。こちらは広島の駅前にある回転寿司屋さんです。今回は幅広い価格帯でいろんなお店を紹介するのが趣旨なので、高級寿司だけではなくさらにお得な価格帯で食べられるお店も紹介します。使っている素材やかけている手間暇が違うので、先ほどの稲穂さんとクオリティで比べるわけにはいきません。ですがその代わり一貫一貫に乗っているネタのボリュームがすごいので食べ応えは抜群です。前回の動画でクオリティの高すぎる札幌の回転寿司を紹介しましたが、こちらも引けを取らないぐらいでした。基本的に全部レベルが高かったのですが、いくつか特におすすめのメニューを紹介します。まずはアジ。見ての通り姿作りのようにして出てきます。つまりアジの半身分を丸々使って一貫握っています。これは豪快でたまらないですね。次はバッテラ、要はサバの棒寿司ですね。これはこちらのお店の名物のようで、肉厚なサバが乗っかっています。肉厚な上に油もしっかり乗っているので、強めに筋目してあっても程よい塩梅でうまく口の中でまろやかな味わいになり、シャリと混ざっていきます。次は小イワシ。こちらは小さいイワシが大量に乗せてあります。光り物が好きな人には最高ですね。これだけ身が小さいとさすがに油はあまり乗っていませんが、新鮮な光り物ならではの爽やかな味わいやほろ苦い味わいが存分に感じられてたまらないですね。回らないお寿司屋さんに行くほどの予算はないけど、広島っぽい美味しいネタを食べてみたいという方はぜひこちら行ってみてはいかがでしょうか。3軒目はモントナインさん。寿司もいいけど広島といったら牡蠣でしょうとほとんどの方は思いますよね。そして牡蠣といったら生が一番好きという人も多いのではないでしょうか。そんな人にはこちらのお店は必見です。こちらはなんと生牡蠣が一年中食べられる最高のお店となっております。本来広島で生牡蠣が店頭に並ぶのは秋から春にかけての期間が多いようです。それはどうやら夏は産卵で身が細くなってしまうからだそうです。しかし昨今は養殖技術の発展によって通年で身が
ブリッブリの美味しい牡蠣が食べられるものもあります。ちなみによく勘違いされがちなのですが、生で牡蠣が食べられるかどうかは鮮度の問題だけではありません。なので夏は暑くて劣化が早くなりがちだから生で食べられないというわけではないです。実は牡蠣が生で食べられるかどうかは鮮度や時期の問題ではなく、どの海域で採れた牡蠣なのかによって違うそうです。なのでしっかりとした養殖技術で指定の海域の牡蠣なら1年を通して生食用の牡蠣が美味しく食べられます。うんちくはさておき、実際に食べてみると抜群の美味しさです。嫌なぬめり気が全くなく、つるっとした口当たりの後に心地よい磯の香りとミネラルたっぷりで程よい塩味がすぐに口の中に広がります。その後に噛み締めるとプリプリと筋肉質で貝の甘みのある身の部分とクリーミーで濃厚な旨味の内臓部分が混ぜ合わさっていくような味わいです。ポン酢やレモンは一切いらず、牡蠣単体だけで完璧な調味になっていますね。調味料の代わりに牡蠣の余韻が残っているうちにこちらのフレッシュなレモンサワーを飲めば追いかけるように爽やかなマリアージュになりますね。こちらのお店は立ち食いスタイルで回転率もいいので、生牡蠣が好きな人はぜひこちらへ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。4軒目はビールスタンド重富さん。こちらはメニューにビールしかないという究極のビールスタンドです。ビールが好きな人はつまみも欲しいという人も多いと思います。ですがこのスタイルでも開店前からすごい行列です。食べログでも高評価だったり、お店で YouTube チャンネルを始められたりしていて、僕も最近ショート動画で拝見していたのですごく気になっていました。動画を見たことある人もいると思いますが、ビール1杯のためだけに並ぶ価値があるのか、どれぐらい美味しいのか実際に飲んでみたのでお伝えします。まずはシャープ継ぎ。こちらは現代のサーバーと56年前の昭和のサーバーの2種類を使って注ぐビールです。現代のサーバーを使ってゆっくり泡立てずに注ぐことで、ビールならではの苦味や炭酸を極限まで残しつつ、その上に昭和のサーバーでトロトロな泡を組み合わせているそうです。確かに飲んでみると口当たりはまろやかで優しくもキリッとした飲み応えのある喉越しです。これは疲れが吹き飛ぶ美味しさですね。こちらは生粋のビール好きにおすすめです。次はマイルド継ぎ。こちらは1杯分を作るのに3分もかけて炭酸と苦味を極限まで弱めています。どうやら3回に分けて注いで一旦泡立たせることで炭酸を抜いて、苦味成分の元となる泡立った部分は全て捨てて、その上に先ほどと同じくトロトロできめ細かい泡を乗せているそうです。なので口当たりだけではなく喉越しも滑らかでビールの甘みがあって最高です。これはビールが苦手な人でもごくごくいけちゃいますね。次はサンド継ぎ。こちらも同じく3分ほど作るのに時間がかかり、泡立たせて苦味と炭酸を抑えています。ですが見ての通りプルプルふわふわな泡が乗っています。なのでマイルド継ぎとは違う口当たりが楽しめるのがいいですね。こちらもビールの麦芽の甘みや旨みが強いので、ビールが苦手っていう人や初心者の人が飲んだらビールの概念が変わるかもしれませんね。これだけ美味しいビールが飲めるなら行列を待って並ぶ苦行さえもいいスパイスですね。広島へ行くたびに通いたいと思いました。ちなみにビールは1人2杯までなので、いろいろ飲みたい人は何回か通うか、シェアしても問題ない人同士で訪れるといいかもしれませんね。ビールが好きな人はぜひ一度こちらで究極のビールを飲みに行ってみてください。5軒目は利根屋さん。こちらは上質なホルモン料理をライブ感のある鉄板焼きで食べられるお店です。目の前でいい香りをさせながら調理してくれる臨場感はたまらないですね。上質なホルモンを使っているからか油もそんなにくどくなくて、タレは酸味があって爽やかな調味になっているので、あまり胃もたれせずに食べ疲れもしないです。また見ての通りニンニクをたっぷり入れて野菜と焼き上げてくれますので、食欲は常に刺激され続けて、どのメニューもスタミナ満点となっております。野菜は肉の油で炒められる形になるので、旨味たっぷりで野菜だけでもつまめるぐらいです。ちなみにホルモン屋さんといってもカルビやロースなどの部位もあります。鉄板焼き屋さんなので油で揚げ焼きのようになっていて、表面はカリカリで中は肉汁でジューシーです。高級な鉄板焼き屋さんもいいですが、安くて美味しい肉をジャンキーな味付けで食べるのもいいですね。基本的に鉄板がお皿のようになっているので、ちょっとずつ取り分けて食べれば冷めることなく肉を食べられるのもありがたいですね。食欲も刺激されてガンガン飲み食いしちゃうと思いますが、最後は締めにこちらのホルモン汁を食べる余力を残しておくことをお勧めします。こちらは臭みが全くなく、ホルモンのいい出汁が出ています。またニンニクを追加すると病みつきな味わいになるので、ぜひやってみてほしいです。旅や出張で疲れ気味の方はぜひこちらでスタミナをつけて英気を養ってみてはいかがでしょうか。
6軒目は八章さん。広島で鉄板といったらお好み焼きだろうと思った人もいるかもしれませんね。僕はお好み焼きにあまり詳しくないので、何人かの知り合いに広島のお好み焼きでおすすめのところとそこの何が違うのか事前に色々と聞いてみました。ですが正直ピンとくる答えが誰からも得られませんでした。なので実は広島のお好み焼き屋さんって大体どこも同じぐらいの美味しさで、行きつけの店が人によって違うだけなんじゃないかと思ってきてます。ですがそんなことないぞと、ここは抜群に美味しいからおすすめという場所があればぜひコメント欄から教えてくださいね。というわけであまり詳しくない僕は今回はベタに行列ができるほどの人気な有名店の八章さんに行ってきました。知っている人にとっては当たり前の話ですが、改めて大阪のお好み焼きとは全然別物ですね。大阪は例えるならパンケーキ、広島は例えるならオム焼きそば、それぐらい全然別物です。バリバリとした硬い食感からもちっとした食感が混在している麺とやや半熟気味の卵がいいですね。また青のりも鼻から抜けるほど香り高くて良かったです。広島で他のお好み焼き屋さんを食べていないので行列に並んでまで行く価値があると言えるほど相対的に美味しいお店だと僕が断言することはできませんが、せっかく広島に来たならソウルフードを人気店で食べてみたいっていう方はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。7軒目は穴子飯上野さん。牡蠣やお好み焼きほど有名ではないかもしれませんが、穴子も広島の名物です。なぜ穴子が広島で有名かというと、実は牡蠣が広島で名産というのと密接に関わりがあるようです。どうやら養殖で牡蠣を育てる際に、牡蠣自身が出す泥が海の底に溜まって、その泥の海の底に穴子の餌になるような小魚などが生息し始めるみたいです。そのようにして牡蠣を育てることで穴子も集まるというような生態系の仕組みが出来上がるということみたいですね。そんな名物の穴子をただたくさん乗せて丼にしただけではありません。こちらのすごいところは穴子を大量に使った出汁でご飯を炊き上げているので、ご飯自体が旨味たっぷりな上に穴子との相性が抜群です。また穴子自体もその場で焼き上げているので香ばしくて食べ応えがあります。特上だとかなり贅沢な量になるので、よっぽどお腹を空かせている方じゃなければ並やそれよりも少ない小でも十分満足だと思います。うなぎとか穴子が好きな人はぜひ一度こちらへ行ってみてはいかがでしょうか。8軒目は引き算。こちらはリーズナブルに高級食材を使った和食が食べられるお店です。名物の牛カツサンドや伊勢海老のお作りが出てくるこちらのコースはなんと8000円で食べられちゃいます。寿司でもなく牡蠣でもない和食でいろいろちょっとずつつまみながらお酒が飲みたいという人はこちらへ行ってみるのもありですね。またこちらは日本酒のコスパも最高です。広島の地酒だけではなく全国各地のものが揃えられていて、ジコンやアラマサといった高級日本酒も含めてほぼ全て1杯500円で飲めちゃいます。なので B 級グルメではなく高級食材などの日本食を落ち着いた雰囲気で食べたい、だけどコスパのいいお店がいいなという人はぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。9軒目は空屋さん。こちらは海鮮料理のメニューが豊富な立ち飲み屋さんです。先ほどとは違ってアラカルトから頼めてさらにお手頃価格で飲み食いできちゃいます。特に美味しかったメニューをいくつか紹介します。まずはのどぐろ。この値段でのどぐろの刺身が食べられるのはすごいですね。脂が乗っていて旨味たっぷりなのでちびちびつまんで飲むには最高ですね。次はしめ鯖サンド。こちらはこのお店の名物のようです。マヨネーズベースのソースと大葉がしめ鯖と一緒にサンドイッチになっています。カリッとした焼きたての香ばしいパンに口どけの良いサバの油とマヨネーズが一緒に染み出していて相性は抜群です。ここへ来たならぜひ一度これは食べてみてほしいです。次は納豆の卵焼き。こちらは半熟卵の中に粘り気が緩くなってとろみのついた納豆が入っていてトロトロとした口当たりが最高です。また納豆はふわふわで苦味があまりないので食べ心地がいいです。僕自身が料理が下手すぎるせいか納豆って火を入れると歯触りが変になったり苦味が増したりするので、これだけ美味しくできるのはすごいですね。仮に卵2個分と納豆1パック分でスーパーで買っても原価100円ぐらいかもしれませんが、自分でうまく作れない人はこれだけ美味しくなるなら300円はコスパ最強ではないでしょうか。いろいろ食べたいけどコースじゃなくてアラカルトで好きなものを食べたいしお手頃価格で食べたいっていう人はぜひこちら行ってみてはいかがでしょうか。10軒目はバー風家さん。こちらは広島で有名なバーです。これだけたくさんお店を紹介していたら見ているだけでお腹いっぱいという感覚の人もいるかもしれませんが、飲み足りない人はここでカクテルを頼んでみるのはどうでしょうか。中でもこちらのごぼうのモスコミュールという変わり種のカクテルはここにしかない名物です。いい意味で土っぽい芳醇な香りが強くて少し甘いカクテルに仕上がっているので飲みやすいけど飲み応えもあるといった感じです。他にも広島といったらのレモンを使ったレモンチェロなどをはじめとするフルーツカクテルはどれも飲みやすくて最高の締めになります。
ここから6軒は宮島のお店で牡蠣祭りです。宮島といえば厳島神社で有名な観光スポットだからか、たくさん広島らしいお店があって、ちょっとずつ色々食べ歩くには最高の場所です。ちなみになぜさっきから広島といったら牡蠣というイメージでこんなに騒いでいるのかというと、広島は牡蠣の生産量が全国1位で、牡蠣が美味しく育つには最適の環境があると言われているからです。どういうことかというと、広島の沿岸部は牡蠣の餌になるプランクトンがたくさんいる川の水が海に流れ出ていて、牡蠣の栄養がたっぷりとなるそうです。特に春は山の雪解け水が海に流れ出ることから一番美味しい時期だという人もいるみたいですね。そんな広島なので牡蠣のお店を中心にいくつか紹介します。まずは沖野水産。こちらは牡蠣の水産加工業者直営のお店となります。直営と聞くと、いわゆる中抜き問題みたいな心配はありませんね。なので観光客の多い場所のお店というと、観光客価格といった感じで割高みたいなイメージの人もいるかもしれませんが、こういったお店もあるからか、宮島では基本的にかなりお安く牡蠣が食べられるといった印象です。牡蠣の美味しさは言わずもがなですが、こちらでは牡蠣入りのガンステンという珍しいメニューが食べられるのが面白いです。ガンステンというのは白身魚のすり身を揚げたものですが、これに牡蠣も入っているものは聞いたことがないですね。普通のガンステンならもっと淡白な味わいだと思いますが、こちらは牡蠣の旨味があるので食べ応え抜群で酒が進みます。2軒目はゲブラさん。こちらはレモンサワーのメニューが豊富なバーです。ここでは他のお店で買った食べ物を自由に持ち込むことができるので、食べ歩きじゃなくて落ち着いて食べたい人は店頭で買った牡蠣を持ち込んでレモンサワーと一緒にゆっくりたしなむこともできちゃいます。しかもテラス席が広くて開放的なので、天気のいい日は最高ですね。ここに焼いた牡蠣を持ち込んで日光浴をしながらキンキンに冷えたレモンサワーが飲めるなら、これはもはやバーベキューと言っても過言ではないでしょう。テラス好きな人やレモンサワーが好きな人は牡蠣を持ち込んでぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。3軒目は牡蠣福丸さん。こちらは変わり種の焼き牡蠣が食べられるお店です。牡蠣って最初の何個かを食べているうちは無限に食べられると錯覚しがちかもしれませんが、さすがに何個も同じ食べ方をしていると飽きちゃいますよね。そんな方にはこちらでトッピング焼き牡蠣を食べることをお勧めします。特にガーリックバターはまるで牡蠣のアヒージョを食べているかのようで、ニンニクのパンチと牡蠣の旨味とオイルのまろやかさが相性抜群です。そんなパンチの効いた牡蠣を食べたら余韻のあるうちにこちらの地ビールで流し込むのが最高です。特にこちらのオイスタースタウトという黒ビールは牡蠣を使って作っているそうで、深みのある味わいで牡蠣とも相性抜群です。軽く燻製の香りもあってまるで燻製した牡蠣を食べているかのようでいいですね。レモンサワーよりもビール党の方はこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。5軒目は宮島花屋敷さん。こちらでは広島名物の穴子と牡蠣を掛け合わせて食べる穴子焼き牡蠣があります。焼き牡蠣の上に煮穴子が乗っていて、穴子の甘い煮汁だけでも牡蠣との相性がいいですね。普通の牡蠣には飽きちゃった方や穴子をまだ食べられていない方はこちらで穴子焼き牡蠣を食べてみてはどうでしょうか。6軒目は宮島カレーパン研究所さん。牡蠣が入ったカレーパンなんてのもあります。普通のカレーよりも食べ応えがあっていいですね。スパイスの効いた牡蠣を堪能できるのはこちらのお店ならではですね。以前紹介したこちらの寿司木村さんでも牡蠣カレーを販売されていて食べたことがあるのですが、牡蠣とカレーの相性は本当にいいです。牡蠣の出汁がルーに溶け出すからなのでしょうかね。それとももしかしたら牡蠣のミネラル成分がカレーのスパイスと補完関係にあるからでしょうかね。牡蠣とお酒だけだとちょっと物足りなくて炭水化物で締めたくなっちゃったっていう人はこちらで最後に締めのカレーパンを食べてみるのはいかがでしょうか。以上が広島市内と宮島でおすすめのお店でした。美味しそうだな、行ってみたいなというお店が一つでもあったら高評価をお願いします。今後も別のエリアの動画を見てみたいと思ってくれた方やこのチャンネルを応援したいと思ってくれた方はチャンネル登録もお願いします。登録済みの方はよかったら拡散して応援のほどよろしくお願いします。それではまた。